こんにちは、トバログです。今回はですね、オランダのめちゃくちゃミニマルでかっこいい電動自転車、バンムーフ S3 についてちょっとね、1年ぐらい乗ってみたので、感想を紹介していこうと思います。基本的にはね、本当にめっちゃいい自転車で、本当にかっこいいし、乗りやすいし、いいなって思う一方で、ちょっとね残念だなって思うところとかも、1年使ってみてね見えてきたところがあるので、その辺をちょっとね紹介していこうと思います。動画のね中盤あたりは前にね紹介したバンムーフ買ったよみたいな動画を再編集しつつ、後半の方でね、実際に1年間乗った感想とかそういうのをね紹介していく形ですね。じゃあそれでは早速いってみましょう。よいしょ。ほっ、いけている。よいしょ、かっこいいですね。よし、こんな感じでツールボックスなるものが入っていて、こういうのとか、なるほど、メンテナンス系の道具が入っています。これがね充電用のアダプターですね。こういう細かい系の嬉しい、全部ね日本語で書かれてる説明書がついてきました。これがあんのね。取り外されないように専用のねネジみたいなの。よいしょ。ここが終わったらこれを拭いてください。ボーダフォンの SIM カードが入ってました。自転車に入ってるのかな、すでに反射材とかがついてます。はい、というわけでね、やっと組み立てが完了しました。めちゃくちゃかっこいい。やっぱね購入するかどうか迷ったんですけど、妥協しなくてよかったなっていう感じが今ここにあります。改めてバンムーフについて紹介しておきたいんですけども、バンムーフはね自転車で有名なオランダのアムステルダムで、2008年に創業された、大都会を走るためのバイクメーカーっていう感じです。僕がね購入したのが、これがね直線タイプになっているロードバイクに近い形状のバンムーフ S3 っていうモデルです。他にもね X シリーズっていうのがあって、そっちはね街乗りというか、男女小柄な人から、大柄な人まで乗れるっていうやつがあるんですが、これはね身長170センチ以上210センチ未満の人を対象にしたバイクっていう感じですね。オランダの人ってめちゃくちゃ背がでかいので、そういう設計になってるのかなと思います。今僕この S3 っていう現行モデルを購入したんですけど、実はね5シリーズっていう後継モデルがすでに発表されてるんですよ。で最初はねそっち欲しいな、筐体グレーだしそっち欲しいなって思ってたんですけど、なんとね実際に店舗で聞いてみると、発売がね半年以上先みたいな感じで、手元にね届くのがかなり遅くなっちゃうので、今すぐね都会を疾走したい。そして実際に調べてみると、スペック上のね機能的にはそこまで変わらなそうっていうところで、このね S3 を購入したっていうわけです。筐体カラーはねグレーの方が好きではあるんですけど、このねスカイグレーみたいなのも個人的には気に入っています。このね特徴的なのがこの一体型のフレームなんですが、このフレームの上部のねこの上側にバッテリーとか、そういうモーターとかいろいろ内蔵されているそうです。このフレームのね塗装の仕上げとか、この感じめちゃくちゃ最高です。フレームの後ろ側に関してはこんな感じでライトが備わっていて、これがチカチカ点灯することで車とかに自転車が走ってますよっていうのを教えてくれます。フロントライトに関しても同様にねフレームと一体型になっていて、めちゃくちゃかっこいいですね。この感じ、これがピカッと光って、車の位置情報を知らせたりとか点灯してくれるっていうところですね。で電動自転車のスペック的には速度はね最大24キロ、時速24キロ出るそうです。前まではね国の設定を変えると36キロぐらいまで確かね速度上げられたらしいんですけど、今はねそれは塞がれちゃってますね。なので24キロっていう感じです。で走行距離は50キロから150キロで、このアシストのパワーに応じて走行距離が変わるっていう感じですね。もちろん、バッテリーがなくても走ることはできます。一応チェーンレスを歌ってるんですけど、このねチェーンカバーがしてあるだけで普通に自転車のチェーンっぽい感じな気がします。ギアチェンジはね3段階オートでできたはずで、それがねカチカチと切り替わることで坂道でもスムーズに動けるっていうのを歌ってますね。日本のメーカーだとねやっぱりどうしてもマンションとか利便性を考えるとバッテリーをね取り外すっていうのが当たり前だとは思うんですけど、これに関してはお国柄なのか
家まで持ち込めようってことなのか、もう本当に一体型で、この下のこの部分に電源ボタンとか、あと充電ポートがあるっていう感じですね。で一応ね、バッテリーのフル充電にはだいたい4時間ぐらいかかるらしくて、80分の充電で 50% 充電できるそうです。ガジェット的にはワット数とか気になるので調べたところ 144W っていう感じでした。ちょっと強めのゲーミング PC よりは低そう。バッテリーのね取り外しはできないんですけど、真ん中あたりに5万円ぐらいで購入できる別途ねバッテリーアダプターみたいなのがあって、それを使えば満充電できるらしいので、自転車置き場がねマンションの下とかにある人でも購入できないことはないっていう感じですね。でハンドル部分を見ていくとかなりねシンプルな感じです。ここにねターボボタンみたいなのがあって、これを押し込むことでパワーをね変更したりとか、あとモード1の時に4まで上げたりっていうのができます。でここはロック解除とか、あとベルですね、ベルを鳴らしたい時とかに押します。はい、新しいモデルだとここにねスマホホルダーが備わってて iPhone の充電とか、このより一体感がある感じになるんですけど、Apple の CarPlay みたいな感じで、だけど S3 にはそれが備わってないので、 S3 の場合どこにね速度が出るのかっていうと、ここですね、 LED がドット柄になっているところで、速度が表示されたりとか、今これ見づらいんですけどバッテリーのね表示がされているっていう感じです。ちょっと動かすと表示がされます。はい、ちょっとね画面は切り替わるんですけど、バンムーフの場合ねアプリとの連携がめちゃくちゃ強いバイクなので、こんな感じでねアプリについても簡単に紹介しておこうと思います。3シリーズと5シリーズでアプリでねできることとか、UI とか結構違うみたいなんですけど、簡単に、こんな感じでバッテリー残量とか、このね何キロぐらい走ったかとか、そういうのがね出てくれますね。今のところ都内84キロも走ってるそうです。結構走ってますね。こんな感じで楽しくて毎日走ってます。車体自体のね設定も結構細かくアプリからする感じで、こんな感じでこのねアシストのパワー1から4があるんですけど、それを選んだりとか、1とかにすると結構ねアシストのパワー弱いんですけど、このねターボボタンを押すと4に切り替わるとか、そういうのが設定できます。でギアのシフトに関してはバンムーフの場合自動でしてくれるんですが、そのね切り替えタイミングをここで選べます。今手元にバンムーフがないんでちょっと選べないんですけど、カスタムっていうのにすると何キロになったらギア2、何キロになったらギア3、何キロになったら戻るとか、結構細かく設定できる感じです。ライトは常に点灯するのか、もしくは暗くなったら点灯するようにオートモードにするのかとか選べたり、あとベルですね、チリーンみたいなやつ、さっき紹介したプーみたいなやつって音が3種類から選べます。であとはバンムーフをオンにした時にボン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 みたいな音が鳴るかどうかとか、あとiPhone を近づけたらアンロックできるようにするかとか、そういうね細かいのが選べますね。あと揺らした時にすごいアラートが鳴るみたいなのもここで消すことができます。ファームウェアのアップデートとかもね基本的にはアプリからする感じですね。個人的に面白いと思うのがこれで、この黄色いね枠縁あるんですけど、ここをカチッと押すとカチッとロックされる感じですね。でロックを解除するときはアプリのねこのボタンからという感じでめちゃくちゃかっこいい起動音が鳴ります。一応ね鍵が一体型なんで盗まれるのちょっと怖いところであるんですけど、一応ねこうやって揺らすとこんな感じで音とここのね骸骨マークで知らせてくれるっていう感じですね。これがあることによって盗まれないかどうかっていうのは結構微妙なところなんですけど、一応ね購入した時に事前にね保険的な感じで45,000円支払うと、バンムーフハンターっていう人たちがこのね盗まれたバイクを探してくれるっていうサービスがあったりします。あとサドルは普通にウレタンっぽい素材感ですね。で最初からこんな感じで泥よけがついています。装備的にはねめちゃくちゃシンプルな感じなんですけど、一応アクセサリーということでフロントのねバッグと、あとリアのキャリーみたいなのが売られているので、そういうのを導入して街乗りしやすくしても結構面白いのかなって感じです。今のところ僕はこのミニマルな感じがすごい好きなので、このまま行こうかなと思っています。
はい、というわけで実際に乗り始めてからだいたい1年ぐらいが経ちましたね。本当に毎日、コンビニに行くのにもそうだし、1時間ぐらいね、かかるような場所でも割と晴れてる日だったらね、バンムーフで移動するっていう感じなので、ほぼ毎日とは言わずとも、週3、週4ぐらいで、乗っているっていう感じですね。結論から言うとめちゃくちゃね、買ってよかったなと思います。本当に故障しやすいとか、ちょっとね、ここどうなのみたいなところあったりするんですけど、基本的にはね、見た目のデザインもミニマルでかっこいいし、これはね買ってよかったなって思いますね。でバンムーフの場合アプリでね結構密接に連携しているので、これまでね乗った距離とかそういうのがわかるんですね。なのでちょっと見ていくと、だいたいね今までで864キロぐらい走ってますね。トータルで乗った回数が439回、1回あたりの走行距離2キロぐらいで12分ぐらい乗ってますよって感じで、結構ね、頻繁に乗ってはいるんですけど、こんな感じで、距離とかスピードとかそういうのが分かります。どのぐらい乗ったかっていうのが時系列で分かるような形になってますね。なんか Apple Watch とかのねフィットネスみたいな感覚です。で実際にね1年間ぐらい乗ってみた感想なんですけど、基本的にね乗り心地は結構いい方かなと思います。パワーに関しても結構ね普通の道だったら24キロまでねアシストが出るので、平坦なね道だったらかなりスピードを上げて乗ることができます。ロードバイクほどではないけど、普通にね子供を乗せるようなママチャリとかよりはスピードが出るかなっていう感じですね。この辺はアシストのパワーっていうよりかは自転車のね形状によるパワーが大きいかなと思います。で電動アシストのパワーで言うと意外かもしれないんですけど、普通のね電動のママチャリと同じぐらいかちょっと弱いぐらいかなっていう感じがします。アシストに関しては平坦な道だとすごい速いんですけど、結構都内って坂が多いじゃないですか。でそのね坂の上り下りとかをちゃんとねギアが入った状態、ギア3みたいな状態だと普通にね疲れます。スピード出した状態でこう登ると普通にね疲れる感じなので、あえてちょっとねゆっくり速度にしてギアをね自動で落としつつ、実際にねこうやって座りながら登るっていう感じですね。オランダって結構ね平坦な道が多いらしいので、オランダのその平坦な道にアシストパワー合わせて作られているのかなっていう感じもしました。でギアチェンジに関してはねオートマチックなのでちょっと癖があるんですよ。このスピードまで出たらギアを1段上げて、ここまで落ちたらギアを下げるみたいな、そういうねスタイルで乗るんで、最初はね癖が強いかなっていう感じがしたんですけど、割と乗ってるうちにこの辺からギア上がるなとかそういうのが分かるようになってくるので、ギアチェンジに関しては普通に慣れますね。で疲れにくさみたいなところで言うと、やっぱりね普通の子供を乗せるタイプのママチャリよりは高さがあるし、結構ね筐体も大きめなので普通にね疲れにくいのかなとは思います。ただロードバイクとかとね僕は比べたことないんでわからないんですけど、普通に30分とか使ってるとそれなりにねエクササイズになるかなっていう感覚ですね。アシストもありつつ、自分でねアシストなんで漕ぐ必要があるっていうところで言うと、それなりにちゃんと e バイクっていうよりかは自転車だなっていう感覚があると思います。でバッテリーの持ちに関しては感覚で言うとだいたいね30キロに1回ぐらいは充電してるかなってところですね。僕の場合アシストレベルマックスにしていて、結構ね1回8キロとか走ったりもするので、そういう風に走ってると週1とかそのぐらいで充電する必要があるかなと思います。あんまり走らない、例えばコンビニとか近いところにね通勤するとかそういうのだったら2週に1回ぐらいでもいい気がするんですけど、それなりにバッテリーのねこうゲージみたいなのは減っていく感覚はあるかなと思います。この辺は特別なんか消耗が激しくなったとかそういう感覚はなくて、普通に週1で充電すればいいかなってところですね。バンムーフの場合バッテリーの取り外しができないんで、週1ぐらいでね家の中まで持って行ってそれで充電するっていう感じなんですけど、それがね難しい人はちょっとめんどくさいかもしれません。別途ねバッテリーのパッケージが売っているのでそれを購入するか、あとはねアンカーとかで結構大型のバッテリーみたいなのが売っているので、それをね、ちょっと置きっぱなしにするのは難しいんですけど、持って充電するっていう感じになりそうですね。で現時点だとどんな自転車を乗っていてもヘルメット着用義務があるので、基本的にはこういうねチャリのヘルメットをかぶって運転する形になっています。これはねカブトっていうなんかヘルメットで、こうかぶるとちょっとねここにつばみたいなのがついていて、このままこうカチッてやって運転する感じですね。これ結構良くて、日差しが強くても割とここでねガードしてくれるし、雨の日とかでも割とちょっとね前傾で走るとね雨が顔にかかるっていうこともそんなにないので、その辺重宝しています。
ヘルメットをね買う時に結構迷ったんですけど、兜だとね結構日本人の頭の形状に合いやすいし、このねつばの部分も布製で取り外しとかできるし、あと価格もね5000円ぐらいで結構安く買えたっていうところもあって、これにしてますね。白があります。でヘルメットのね先っちょにはこの GoPro のマウントを粘着テープでくっつけていて、超強力なやつでくっつけていて、これをね GoPro つけてドライブレコーダー代わりにして走ったりもします。最初はね結構つけてたんですけど、だんだんめんどくさくなってつけなくなっちゃったので、事故った時のためを考えるとね、つけといた方がいいかなっていう感じですね。はい。で皆さん多分気になっている、バンムーフって壊れやすいんじゃないの、そんなに高いお金出して大丈夫みたいな話なんですけど、基本的に多分すごい壊れやすいんだと思います。いろいろな人のレビューとか動画とかを見てても、買った時はね大丈夫でも意外とねすぐ壊れちゃうみたいな話があって、実際ね僕もそうでした。1ヶ月経ったぐらいでもうねエラーが3つぐらい出て、基本的にはね電気系統のトラブルっていう中のねモーター系のトラブルだったんですけど、それで電源が入らなくなって、うわこれ初期不良じゃんっていう感じでちょっとね直しに行ったりして、でその6ヶ月も経たないうち 3,4 ヶ月ぐらい乗った後にまたね同じトラブル、電気系統のトラブルで今度はね全くもうアシストが効かなくなって、アシストなしギア1のすごい変な感じでしか走れなくなってあったっていうのがあって、ボディ自体はね多分すごいいいと思うんですけど、中のねメカ的な性能がすごい弱そうですね。特に日本の場合って割と歩道のところとか、車道のところとかも結構段差が多いじゃないですか。その段差とかでこうガタガタ揺れやすいから、そこでなんかケーブルとかが外れるとか、そういう感じなのかなと思ってます。あくまでそれが原因かどうかっていうよりかは僕のねイメージなんですけど、そのね振動に弱いのかなとか、あと雨にも多分そんなに強くなくて、基本的にはね、日本って割とゲリラ豪雨があったり、外にね置いといたらいつの間にか雨降ってるってこともあると思うんですけど、そういうのにもちょっと弱そうな気がしますね。電気系統のトラブルでいうと割とその中の方が効いてくるのかなっていう感じがします。で実際にね壊れた場合の対応は正直ねめちゃくちゃ良かったですね。イメージとは全然違くて、本当に真摯に対応してくれたし、密にね現状はどうなってるとか修理の状況はみたいなのも伝えてくれるので、その辺はかなり安心感がありましたね。で実際に壊れたら代々木とかにあるね店舗まで持っていくか配送するっていう形なんですけど、配送に関してもバンムーフのね担当の人がちゃんとね配送業者用意してくれて、でこの日に取りに来てくれて、で配送っていう形で、そのね往復の配送料も無料で行ってくれました。その辺はねやっぱりカスタマーサポート3年間ある分、安心感はあるのかなという気がします。ただ壊れ方によってはね部品が到着するまで1ヶ月かかりますとか、すぐにはね直せませんとか、修理待ちが1週間ありますとかで、なんだかんだ1ヶ月ぐらいはね乗れなくなったりすると思うので、基本的には本当にバンムーフが手元にあって、それじゃないともう移動ができないっていう状況になる人とかはちょっとねあんまりおすすめしないかなって感じですかね。バンムーフ以外にバンムーフが使えないならバスとか電車で移動するわっていう人だったり、あとセカンド自転車的な感じで普通にねママチャリがあるとか、そういう人だったら全然いいかなって感じですね。バンムーフ1個だけでずっと移動するぜっていう人はちょっと怖いかもしれません。はい、僕がね乗ってて実際に感じた感想はそんなところですかね。ちょっとまとめると、いい点としてはやっぱりかっこいい、もう唯一無二のミニマルさ、かっこよさ、デザインの良さっていうところが最高にいい。で普通にね乗りやすくて速いっていうところもいいし、あとスマホでロック解除ができて、あと揺らしたりするとね威嚇音が鳴るみたいな、その辺のデジタル的なね安心感がある点も嬉しいですね。こうやって前のねデータを振り返って、このぐらい載ってるんだとか見れるのも楽しいですよね。でその辺がいいんですけど、残念な点としてはやっぱり壊れやすいっていうところ、人によるけど半年1回壊れちゃいそうぐらいの感じで考えておくと良さそうかなっていう感じです。で想像以上にねパワフルっていうわけではないっていうところですね。すごい坂だと普通に疲れるし、本当にすごい坂の場合だとヤマハとかのね子供乗せるチャリの方が楽だったりもするので、
普通にその辺のパワフルさっていうのは見た目以上ではないかなっていうところは感じました。であとブレーキがねかけにくいみたいな、ブレーキ足でキックするんですけど、だいたい体感的に 70% ぐらいの確率でロックができないで、自分でタイヤを回したりちょっと動かしてねロックをかけるっていう感じになるので、その辺がねちょっとめんどくさいっていうところですかね。そんな感じです。正直なところいろいろねトラブルもあるんですけど、本当にデザインの良さとか乗り心地とかからするとめちゃくちゃ買ってよかったなと思います。今だとね X5 シリーズ X5S5 とかがめちゃくちゃ高いじゃないですか。なのであの価格だったらちょっとどうなんだろうっていうのはあるんですけど、S3 のね色違いバージョンの S4 とかだったらギリギリね35万円、ギリギリではないんですけど原価償却的にはそのぐらいの価格帯で買えるのであればちょっとねいいかなっていう感じですかね。その辺はね本当に価格も乗り心地も含めて良くも悪くも外国産車だなっていう感じがするので、その辺のねめんどくささを許容できるけどかっこいい乗り物に乗りたいっていう人とかだったらちょっとねおすすめしたいところではあります。もしね買うのであれば保証が切れた古いやつよりも S4 とかその辺をね買った方が保証的にはねいいかもしれないですね。壊れやすいので。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。今回の動画以外にも結構ねトバログだとカバンの中身とかルームツアーとか他のねガジェットのレビューとかもしているので、もしよかったらチェックしていってください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。